皆さんこんにちは、ゆるいざ IT チャンネルです。それでは今回はハッキングの基本的な流れである偵察、侵入、情報収集、権限昇格、そしてデータ取得までの流れについて順を追って見ていきたいと思います。簡単な解説も含めていますので、よければ最後までお付き合いください。今回演習で使用する環境ですが、トライハックミーの Web サーバーをターゲットとして使用したいと思います。仮に Linux からインターネット上にある Web サーバーを攻撃する想定でイメージしてもらえればいいかなと思いますね。それではまずは偵察フェーズから実施していきましょう。演習の流れとしては Nmap でポートスキャンだけ実行すればいいことになっているんですけど、せっかくなんで前回の動画で紹介した偵察コマンドも一緒に実行してみたいと思います。Nmap でオプションを指定してターゲットホストの IP アドレスを指定します。結果としては22番の SSH とか80番の HTTP、あとは139とか445のネットバイアス関連のポートが開いていますよと。次はですね、80番の HTTP が開いていたんで、NICT コマンドで Web サーバーの脆弱性とか、あとは設定不備なんかを調べてみましょう。NICT-H でホストの IP アドレスを指定して、あとはポート番号の指定ですね。表示結果を見てみると、サーバーメイリークインノーズバイヤー ETAG ってことで、一つだけ脆弱性の情報が出てますね。あとはアパッチのバージョンが古いですよっていう警告もされてますね。オートスキャンの結果からネットバイアスも有効になっていたので、Enum4 Linux も実行してみましょう。ずらずらと結果が表示されるんですけど、SMP の共有フォルダなんかが見えてますね。過去の演習のバージョンだと、ここでユーザー情報も確認できてたんですけど、アップデートされたか何かで今は確認できないようになったみたいですね。ここでユーザー情報がわからないんで、じゃあどうするんですかっていうと、ひとまず共有フォルダの情報は取得できたので、そこにアクセスしてみましょう。アノニマスっていうフォルダになりますね。SMP クライアントのコマンドでフォルダ名を指定すると確認できますよと。フォルダの中身を確認すると、staff.txt っていうファイルがあるので、とりあえずこれを確認してみましょうか。そうするとですね、ジャンとケイっていう、従業員ですかね。この2人がいることがわかりますよと。テキストの中身としては仕事に関係ないファイルをアップするなっていう、そんなような注意をされてるみたいですね。ここまででユーザー情報らしきものが分かったんで、偵察フェーズの最後として GoBuster を実行して Web サーバーのディレクトリ情報を取得しましょう。いつも通り GoBuster DR でターゲットホストを指定して、あとはワードリストの指定になりますね。スキャンした中に Development っていうディレクトリが見つかったんですけど、これにアクセスするとですね、dev.txt と k.txt っていうファイルがありましたよと。ここでも J と K っていうユーザーがいることが確認できるんですけど、おそらくさっき見つけたジャンと K のことを言ってるんじゃないかなと思いますね。ということで、ここまで実施した内容が偵察フェーズということになります。次がゲインアクセスということで侵入フェーズになりますね。さっき見つけたテキストの内容に J さんのパスワードを簡単にクラックできてしまったからパスワードを変更するようにっていう記載がありましたよと。このことからですね、ジャンのパスワードをクラッキングできる可能性があるってことが分かりましたと。なのでヒドラを使ってパスワードクラッキングを試してみましょう。ヒドラでアカウント名を指定して、あとはクラッキングで使用するワードリストになりますね。スキャンが完了すると、アマンドっていうパスワードを使っていることが分かりましたよと。これでユーザー名ですね、ジャンっていうユーザー名と、あとパスワードが分かったんで、一度ターゲットサーバーにログインしてみましょう。SSH でユーザー名のジャンを指定して、あとは IP アドレスですね。パスワードはさっき解析で分かったアマンドになりますね。これでジャンのアカウントで侵入することができたので、侵入フェーズとしては完了になりますね。ということで次はサーバー内にある情報収集をしてみましょう。ディレクトリ内は去って手動で情報収集してもいいんですけど、クラッキングしてるってことはのんびりしてる時間もないと思うので、ツールを使って時短するっていうやり方になりますね。今回はリンピースっていう情報収集ツールを使用します。リンピースっていうツールが何かっていうと、情報収集するシェルになるんですけど、OS とかカーネルバージョンなんかのシステム情報とか、格納されているファイルやディレクトリ情報、サーバーで起動しているサービスやプロセス情報、あとは権限昇格の手がかりといった情報を自動で情報収集してくれるツールになっていますよと。Linux にはデフォルトでは入っていないので、初めて使う場合は GitHub からダウンロードしていきましょう。ネットサーバー上で実行するツールになるので、まずはコピーして転送しておきます。転送が完了したら再度ログインしてツールを実行してみましょう。情報収集が完了するとずらずらと情報が表示されるんですけど、この赤字で記載されている部分が重要そうな情報になっていますね。全部出しちゃうとちょっと見づらいので、表示されている情報をもう少し絞ってみましょうか。そうすると SSH の秘密鍵らしき情報とか、あとは pass.back っていう怪しそうなファイルが見つかりましたよと。pass.back っていうファイルを確認してみるんですけど、ジャンのアカウントでは権限がなくて閲覧できないみたいですね。ということでここまでが情報収集フェーズになります。これ以上情報を確認するためには管理者権限が必要になると思うので、最後のフェーズである権限昇格を実施してみましょう。おそらくもう一つの K のアカウントが管理者権限のアカウントになると思うので、K のアカウントにログインするための方法を探してみましょう。さっきリンピースで見つけた通り、K のアカウントは SSH でログインするときに秘密鍵を使う必要があるので、一旦仮に Linux 側に秘密鍵のファイルをダウンロードしておきます。ここでいう鍵を使った認証方式のことを公開鍵認証方式って言うんですけど、簡単に言うとパスワードを使った認証方式よりセキュリティが高い認証方式になりますよと。サーバーとクライアントに公開鍵と秘密鍵っていうファイルを用意しておかないと認証できないので、パスワードクラッキングとかの対策になったりする認証方式としても使えたりしますね。その分知識がないと実装するのにハードルが高かったりするんで、ちょっと面倒だったりはするんですけど、ダウンロードした秘密鍵を使って K のアカウントでログインしてみましょう。
そうすると秘密鍵を使用するのにパスフレーズを入力してくださいよと。エンターパスワードフォーキー。これもパスワードクラッキングする必要があるんですけど、さっきはヒドラっていうパスワードクラッキングのツールを使ったんですけど、今度はジョン・ザ・リッパーっていうツールを使用します。ジョン・ザ・リッパーっていうのはハッシュ化されたパスワードから元のパスワードを特定するために使用するパスワードクラッキングツールになりますよと。ハッシュ化っていうのはちょっとややこしいんですけど、簡単に言うと特殊な計算方式によって変換されたランダムな文字列のことになりますね。ジョン・ザ・リッパーは仮に Linux にデフォルトでインストールされてるんですけど、SSH2 ジョンっていう SSH の秘密鍵をジョン形式に変換するツールはないので、そちらはインストールしておきましょう。まずはツールを使って対象の秘密鍵からハッシュ値を取り出しておきます。取り出すっていうか解析しやすくするために整形しておくみたいな、そんなようなイメージですね。次にワードリストを使って取り出したハッシュファイルを解析します。しばらくするとセッションコンプリートということで解析が完了します。ビースワックスっていう文字列が秘密鍵のパスフレーズになりますね。これを使うことで K のアカウントにログインすることができましたよと。さっき権限がなくて見ることができなかったパスドットバックもこれで閲覧することができるようになりましたよと。パスドットバックの中身がルート権限になるためのパスワードになるので、そのパスワードを使用してルート権限に昇格します。K のアカウントはルート権限なので、あとは何でもし放題ということになりますね。ということで以上が偵察から権限昇格、データ取得までの一連の流れになります。今回はパスワードクラッキングを使ってターゲットホストに侵入したんですけど、エクスプロイトで脆弱性をついて侵入したり、悪意のあるファイルを送って強制的にセッションを開かせたり、偵察フェーズの後の流れはその時の状況によって変えるっていう感じになりますね。ターゲットホストに侵入さえできてしまえば、あとはどうとでもなると思うので、ただいつも言っている通り、公式サイトやサーバー、第三者へのクラッキングは違法行為になるので、十分にご注意ください。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた別な動画でお会いしましょう。